皆さんこんにちは。左側を歩いているスーツの人たちは大学の入学式に行く人たちです。今日の動画ではまず桜の名所を見ます。それから大学の入学式に出ます。そして最後に神保町にお昼を食べに行きます。綺麗な風景が見られるのでぜひ最後まで見てください。左側通行と書いてあります。これは左側を通ってくださいという意味です。入学式に行く人以外もこの道を通るので、そういう人に邪魔にならないようにするためです。入学式に行く人はここを曲がりますが、私はまず別の場所を撮影に行きます。このすぐ先に桜でとても有名な場所があります。綺麗な桜が見えてきました。手前の木を見てください。結構揺れていますね。この日はいつもより少し風の強い日でした。ここは千鳥ヶ淵という場所です。千鳥ヶ淵はお堀の一部です。お堀というのはお城の周りに穴を掘って水をためた場所です。目の前に入学式に行く人たちの列が見えます。あの列の先には日本武道館があります。桜の花びらがお堀にたまっています。とても綺麗です。地面にも桜の花びらがたくさん落ちています。桜は葉桜でした。葉桜というのは緑の葉っぱが出てきた桜のことです。葉桜は大抵あまり綺麗ではないんですが、ここの葉桜はとても綺麗でした。こんなに綺麗な葉桜があるんだとびっくりしました。武道館の話に戻ります。日本武道館は1964年の東京オリンピックの柔道会場として建設されました。武道館では武道の大会などが開かれます。でも今はコンサート会場として有名です。武道館でコンサートをするというのはミュージシャンにとって憧れです。私はミュージシャンではありませんが、武道館に行ってみたいなと思っていました。なので、息子の大学の入学式が武道館と聞いたとき、興奮しました。日本では小学校、中学校、高校までの入学式はほぼ 100% 親が出席します。でも大学については行かない親も多いです。だいたい半分ぐらいの親は行かない、半分ぐらいの親は行くというところです。ただ武道館でやると聞いたので、もう絶対に私は行こうと思いました。武道館で入学式をやる大学はいくつかあります。どこも生徒の数が多い大学です。息子の大学の案内には、もし
親が出席するとしても一人だけと書いてありました。なので私が一人で参加することにしました。こんな綺麗な桜も見れて本当に来てよかったです。ボート乗り場が見えます。こんな綺麗な場所でボートに乗ったらとっても気持ちがいいと思います。ではボート乗り場を見る前に今日のスポンサーitalkiについて紹介します。italki is an online language learning platform where you can take one-on-one lessons with native speaking teachers. You can practice over 150 languages, and focus is on real-life conversations, the kind of language you can actually use. It's also very easy to find a teacher who matches your level, your goals, and your interests. You can even choose a teacher who speaks your native language, which can be really helpful, especially at the beginning. The teachers are very supportive, so they create a safe and relaxed space where you can start speaking from day one, even if you are a complete beginner. And another great point is that it's flexible and affordable. You pay per lesson, so it's easy to fit your budget and your schedule. Now I'm actually learning Korean on italki myself. I take Korean lessons with Julie Sensei, and I'd like to show you a short clip from one of our lessons. 다른 수업은 어떤 수업인가요? 궁금해요. 그냥 물어봐요. italki에서 용어를 가르쳐요. 가르친 적 있어요? 네. 선생님. Thanks to italki, I'm really lucky to have a teacher like Judy Sensei. So if you're interested in studying a language on italki, click the link in the description. If you buy a lesson for $10, you can get 5 letters off your first lesson by using the code FUMI4. Please note that this discount is only available for the first 50 users. この人は散った花びらを写真に撮っているようです。散った桜が雪みたいでした。散っている桜も雪みたいでした。ここがボート乗り場です。その先には並んでいる人たちがいます。ボートを借りるために待っている人たちです。この時時間は9時20分ぐらいでした。ボートが借りられるのは10時からなので、まだ結構待ちそうですね。千鳥ヶ淵は皇居のお堀の一部です。皇居は昔江戸城と呼ばれていました。つまり武道館は江戸城だったところに建てられたものです。ロープが張ってあります。ここまでしか行ってはいけないようです。この先にも桜が見えます。ただ、私は時間が心配でした。入学式が始まるのが10時からだったので、私はここで引き返すことにしました。引き返すというのは元来た道を戻ることです。武道館に戻る途中でボートを移動しているのを見ました。ボートがいくつもつながってます。まだまだ武道館に行く列が続いています。すぐ後で私もあの列の中に入ります。この木は虎みたいですね。これは桜吹雪です。吹雪は雪に使う言葉です。
でも風が強い日に桜の花びらが雪のようにこうやって落ちてくることを桜吹雪と言います。門をいくつか通って武道館に入りました。とてもいい入学式でした。入学式の帰りは雨が降っていました。階段の段差が大きくて大変でした。目の前の子は傘を持っていませんが、ほとんどの人は傘を持っていたのでびっくりしました。私も傘がなかったので、ここを出た後、近くのコンビニで買いました。そして息子とも合流しました。合流というのは別々に来た人が一緒になることを言います。そのまま歩いて本屋さんがたくさんある通りに来ました。ここは神保町です。神保町は本屋さんがたくさんある本の町です。またカレーの町としても有名です。カレー屋さんがたくさんあります。有名なカレー屋さんに行くことにしました。このボンディというお店です。入り口はこの建物の裏側になりますと書いてあります。こっちではないので、こっちでしょうか。行ってみましょう。行き止まりでした。来た道を引き返して、ここを曲がってみます。この通りにも本屋さんがいくつもあります。この細い道を行ってみます。並んでいる人たちが見えます。カレー屋さんの列はこちらでした。結構並んでいたので、このお店は諦めることにしました。適当に歩いて息子が行きたいお店に行くことにしました。そして通りの向こうの三公園で餃子を食べることにしました。餃子定食880円。安いですね。ニュースの方、今ちょうどいっぱいです。いっぱいだったのでちょっと待ちます。皆様どうぞ。5分ぐらいで入れました。餃子定食を頼みました。すいません。注文いいですか？どうぞ。なんだっけ？餃子ですか？餃子定食、はい。ご飯大盛り。ご飯盛り、はい。もう一つ普通盛りで。普通盛りで、わかりました。お願いします。餃子はとっても美味しかったです。神保町には古本屋が130ぐらいあります。古本というのは古い本、つまり中古の本ということです。ただ、古本屋さんだけでなくて、新しい本を売っているお店も10軒程度あります。その中で一番大きいのが三省堂です。その三省堂がビルを建て替えました。建て替えに4年かかって、この3月にリニューアルオープンしました。そのビルがこの先にあります。今はそこに向かっています。が、ダイソーがあったのでちょっと寄ることにしました。息子が鏡を買います。ご利用ありがとうございました。ダイソーを出て
少し行くと三省堂です。このお店の反対側です。立派なビルです。長い間入れそうな本屋さんでした。三省堂を出た後、新お茶の水駅まで歩きました。どんな風景なのか見ている間に、メンバーシップの方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。チャールトン・ローさん、ディマス・オシロさん、デブさん、アルビレオさん、ウィリアム・ダウニーさん、フラグラント・オーシャンさん、ホルヘア・センシオンさん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、エイミヤさん、デイビッド・スピレンさん、サウンドビジョン NW さん、レイド・ドリームズさん、ヨーク・ユバックスさん、ニック・ワンダージェムさん、アイリーン・チェンさん、キズナスキさん、GUNG さん、アンナ・ライアンさん、ラファエル・クルツコフスキーさん、ライアン・ムーアハウスさん、オレンカさん、マーレンさん、ジョナリン・アベさん、パクセンムさん、コウさん、ジョージ・ヨンさん、クオスーシェンさん、ヨルグ・ディーデリヒさん、ニック・エスポさん、ケイさん、ヤグアピル423、コーダー XYL さん、ジャン・ミシェル・ワレルさん、チャン・モクさん、ゲルド・タイズさん、パトリック・キャンフィールドさん、キャメロン・ラッセルさん、坂井ルカワさん、シュレヤス・シンさん、アータさん、ワン・チューリンさん、フー・カイジュンさん、コーリー・ホッチさん、カリオペさん、ケイラブ・レイジーさん、クリスチャン・ジーさん、レナ・ドロネーさん、カシャさん、チョットヨンさん、各局名さん、フェルチさん、イスルアさん、セクシー・スノップさん、チェン・ブ・ウィアンさん、ムツギ・ミスギさん、ボルト・ボミエ・ポトラバさん、リチャード・デイビスさん、シープ・デビル・ネマさん、サイバーセキュリティ・フー・スクラッチさん、D さん、ゾム・フォックスさん、シャヒラ・バネさん、クシェミス・バフ・ニジデスキさん、ニューチャンネルさん、レミデ・ボスさん、コン・スンヘンさん、ウォルター・エルベケンさん、レシーさん、トリビュートさん、セシルさん、デイビッド・DP さん、ラクロイさん、インシク・ベイクさん、ネスタナーさん、ウツユス・センバウムさん、ファン・サミンさん、ノーマ・ケアディさん、ジェイソン・ワンさん、ジョン・エムさん、SGO さん、マシュー・エドワーズさん、静岡ブルースさん、エラリスさん、ユキギツネさん、ディナ・ラフムワティさん、アーダーさん、ハロー・クレマーさん、パンダロリアンさん、ジョシュア・ファラーさん、イー・キルジンさん、リチャード・ニコラスさん、カウデリー・ムーンさん、リン・ヤーチェンさん、キム・ジェガンさん、フォルテキストさん、アーニーさん、オッカーガさん、ムーフイーさん、ダニーロスさん、エムリン・ロフトハウスさん、シブイガールさん、ネルソン・ベントさん、ペブルスさん、KHS5068 さん、ハジマンさん、ヌリ0619さん、スコット・ムーディさん、チョン・ビョンスさん、チョン・ボヨンさん、ルデック・チェルティークさん、マーク・ファルケンベルグさん、ハリッツさん、EHJ さん、サイサイさん、ブロックスさん、ムーンズさん、ナグワ・ブデル・モッタレブさん、セドリックさん、タムナさん、マーロルさん、ラオルイダーさん、エバレット・マクダフィーさん、ソーコールドさん、バナナキッズ TV さん、ダイアン・ランキンさん、フライフライニーナさん、ビッグ・シリアスさん、マラッカ・ソティラスさん、ラララさん、ジュース・ホリックさん、サベラ・ジョンソンさん、ジェイク・ドハチさん、ディランさん、ユン・ジョンフンさん、キム・ジョンウォンさん、コクシネル JP さん、ユルジェ・チェティンジェルさん、ビエナ・プロブレフスカさん、おはようさん、オフィリア・チャンさん、ウマペスワ・クアルケルさん、ジョン・ワレックさん、ロベル・スアレスさん、アラム・ビルホさん、宮城・ムハンマドさん、バイシャリ・アリアさん、スナーンシューさん、ドーム・エムさん、トレイシー・ロットンさん、カレン・プライスさん、チャンネルメンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても嬉しいです。感謝の気持ちでいっぱいです。メンバーシップに入っていない皆さんもぜひ入ってみてください。それからブルースさん、ジョジョ S さん、トンハンリンさん、スーパーサンクスをありがとうございました。いつも応援してくださって本当に感謝しております。道路の向こうに東京メトロのマークが見えます。東京メトロは東京の地下鉄です。渡らなくてもこちら側にも同じように入り口がありました。新お茶の水駅に着きました。この後電車に乗って先週の動画の根津神社と谷中銀座に行きました。まだ見ていない人はぜひ見てください。では今日の動画はここまでです。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。皆さんいい1週間をお過ごしくださいね。また来週の動画でお会いしましょう。またね。一緒に新しい世界へ